もうズバリ旦那のパンです。旦那が焼いたパンやねん、ちょっと食べてよっていうのでずっと配ってたんですよね。まさか僕がパン屋さんやるなんて結婚した当初思ってもなかったんで、もう全て妻と出会ったことがターニングポイントだな。今日は予約としてはかなり多い方。多いですね。今日はびっくりするぐらい。平日でこんだけ多いのは珍しいですね。オーガニックビーツの赤い色を使ってます。天然の色素を使ってます。
土曜日しか営業してないカレー屋さんのすごいこだわりのカレールーを分けていただいてるので、結構カレーパンも人気ですね。1日10食限定です。よいしょ。美味しそうな塩バターパンです。このあんこも地元の老舗のあんこ屋さんのあんこを使わせて、池田製庵っていうあんこ屋さんになります。近所の牧場から牛乳を分けてもらって、黄身が鮮やかなオレンジ色の卵を使ってカスタードを炊いてます。自宅でずっとこう我流でパンを焼き続けてるところに妻の友達が習いに行ったらと、和田岬にあるメゾン村田さんがパン教室をやってるところに、そこに門を叩いて、このオーブンとミキサーは村田シェフから譲っていただいた機材なので、いつかこのオーブンを動かしたいっていう、それがずっとモチベーションになってやってきましたね。
これフィストバンプさんっていうコーヒー屋さんのコーヒーシロップです。美味しいベリーっていうすごい甘くて上品な味のいちごです。お子さんでも蜂蜜を使ってないのでお召し上がりいただけると思います。
2つください。お二つ、はい。 3点で800円になります。冷蔵庫の方にもミルクブランミルクブランとクロワッサンフラボワーズ。じゃあ3点ですね。いらっしゃいませ。オレンジペールの山さんを2つとノアレザーも2つと。で3100円になります。ありがとうございました。あんこ電子のせんと、はい、チョコチップパンの一つ。あ、はい、クロワッサン3.630円になります。そうなんや。はい。結構なんか
活発的な人だね。クロワッサン。あ、そうそう、フランパーツがね。クロワッサンフランボワーズ。なんか今日のクロワッサンでかくないですか？でかくないですか？できました。でかいですよね。でかいです。なんかしないけど、でかなってる。どうしよう、じゃあクロワッサンでしょ。ベーコンエピもお願いします。パンオショコラ。はい、これは結構です。ありがとうございます。日替わりなんで、全種類。めっちゃ買いました。今日、明日の朝ごはんまで買いました。ほぼ毎週来てます。うちこの近くで畑やってて、ここもお野菜出させてもらったりしているのもありますけど、純粋に美味しいんで週1回の楽しみやと思って来てます。いや、どれも美味しいんですけど、今日金曜日でこのクロワッサンフランボワーズがあったんで、絶対これは買おうと思って来てて、私が一番買ってんの多分クリームパンですね。もうカスタードクリームがめっちゃ美味しいんですよ。その農家さんが出荷できないようなお野菜とか、積極的に使っていきたいなっていうフードロスの観点からそういうのもねできればなと思うので買わせていただきたいなと思って助かってます。いらっしゃいませ、こんにちは。今日は何を買われた今日はねんですか？フランスパンですかね。はい、カヌレとこれと、はい、これも結構カリカリっとして癖になる味、感触なんで美味しいんで、この食パンがこの辺りでは一番美味しいと思うので、ちょっと歯ごたえもあって、でちょっともっちり感もあるので、はい。そうなんです。ありがとうございます。12時15分でちょっとまだ早いんですけど、予約の生です。フランスはお一つ、クリームパンを一つ、シナモンロールはお一つすべて。あ、いらっしゃいませ。少々お待ちください。こちらでこの先から出てください。予約の最高です。はい、ありがとうございます。カレーパンの2点ですね。今日26点になります。たくさんありがとうございます。ミルクフランスそうですね。塩バター。美味しいですよね。ありがとうございます。今日はご予約の方ご確認していただいてもよろしいでしょうか。クリームパンになります。お買い物箱などお持ちですか。50円のお返しですね。ありがとうございます。またお待ちしております。お気をつけて。店名の由来について。もうズバリ旦那のパンです。あもう周り近所に旦那が焼いたパンやねんちょっと食べてよっていうのでずっと配ってたんですよね。そこで旦那のパンやねん旦那のパンやねん旦那のパン旦那パンってなったわけですよね。でそれをちょっとかっこよくアルファベットに書いただけでまさか僕がパン屋さんやるなんて結婚した当初思ってもなかったんで、家で使ってた電子レンジが壊れて買い替えることになったら、パンが焼けますよっていう内容にちょっと目が留まって、ちょっと焼いてみようと。妻が持ってきたオープンだったんで、そのオープンも壊れてなけりゃ、村田シェフとも出会うこともなければ、ここに引っ越してパン屋さんをやることもなければ、妻と一緒に雑貨と一緒にパン屋さんやることもなかったと思うので、もう全て妻と出会ったことが僕はターニングポイントだなって思ってるんです。すごく妻には感謝してます。ありがとうございます。
自分で作った野菜とパンがあればこの上ない安心安全なベーカリーカフェができるじゃんっていうところがスタートだった。こんなややこしい高加水のパンばっかり焼いてますごゆっくりどうぞ。ごゆっくりどうぞ。5年前までは普通のサラリーマンでした。パン屋さんで働いてたっていう経歴はないです。妻と結婚して家を建てた時に、庭があって、でその庭でいろんな野菜をね作る趣味に目覚めてしまって、それと同時にオーブンレンジを買いに行った時にそのオーブンレンジに入ってたクッキングブックにパンが焼けますよっていうレシピが書いてあったんで一回焼いてみようと思ってで焼いたそのバターロールが美味しかったんだけどなんかすごい形が悪いバターロールだったんで次こそはちょっと綺麗なバターロールを焼こうっていうところが入ったスイッチですね。
我流でこうネットとか本とかを読み漁ったりとか調べたりしてパンを焼くことをずっと繰り返してたんだけど、そこまでパンに夢中なんだったらちゃんとした人に習った方がいいよって言われて紹介してくれたのが村田シェフだったんですよ。私がちょうどそのフランス・パリから、修行してきてパン教室っていうのをやってたのでそこで門を叩いて、そこが村田シェフとの出会いの始まりでしたね。そうこうしててその畑をやってる最中に、将来自分で作った野菜とパンがあればこの上ない安心安全なベーカリーカフェができるじゃんっていうところが漠然なスタートだったところから来たような感じですね。パンに入れます。で移転前はやっぱり長谷谷っていう場所でねやっぱりやってたんでそこをないがしろにっていうのはできないですよねやっぱり。それは長谷谷で生まれたものなんでね。もともと長谷谷のお店っていうのは自分一人でレジもやれば自分一人でパンも焼いて全部自分一人で回していこうと思っててで、人件費がかからなければなんとかやっていけるだろうっていう、甘い考え方を持ってていざ開業しようってなった時にはもう緊急事態宣言が出ててコロナの真っ最中だったんですねそれが。その時も私シェフにも相談したんですよね。こんな緊急事態宣言の中で開業するのはどうかっていう村田シェフはいいタイミングだと思うよって言われたんですよね。コロナの環境でやっておけばどんなことが起きてもまず対応できるだろうというそれでもうコロナ禍だったけど開業する決心をしてやったわけなんですけど
コロナ禍の開業だったにもかかわらず、いろんな人の口コミでたくさんのお客様が来ていただいたりとか、イベント出店すれば本当に大行列ができるようなありがたいような状況が起きたものの、一人では回せなくなっちゃったんですよね。もうちょっと便利なところに移転したいなって思ってたし、もともと僕はそのベーカリーカフェをやりたいっていうのがもともとの目標というかだったんで、やっぱりもう移転っていうのがどうしても現実的になってきた時に、ここの物件がこう調べてたら出てたんですよね。パン屋じゃなくてベーカリーカフェが自分の目指すべきところやなっていうところで、そこに向かったわけなんですけどね。これは高加水フォカッチョです。加水量 130%、粉が 100g に対し水が 130g 入ってる。水の方が多い。ゆるすぎてね、制限ができないんですけど。ドンピシャこんなややこしい高加水のパンばっかり焼いてます扱いにくいのにねまずは国産小麦っていうところを使ってるのにはやっぱり国内自給率を上げるっていうことで国産小麦を使ってるっていうことと、最大のやっぱこだわりはやっぱ水ですね。しっかり安心安全な水が出るように塩素がねある程度含まれてるわけなんですよ、日本の水っていうのは。それは、雑菌が増えないようにするためのものなんですね。だから安心安全な水が出てるんですけど、パン生地にとってはパン酵母が入っています。これ菌なんですよ。で、塩素が菌を阻害してるんであれば、パン酵母のその成長の邪魔をしているって僕は思ってるわけなんですね。だから本当に医療用にも使われるような浄水器を使って、その水を全てのパンに使ってます。
高加水パンがやっぱ多いんですよね。なのでもう国産小麦と安心安全な水、そして世界一美味しいオリーブオイルでパンを作ればそら美味しいに決まってますよね。これ正規の入れ方じゃなくてお客さんが買って帰るドリップバッグなんで、こんな風に持って帰って、うちのオリジナルコーヒーをこんな風にご家庭で飲んでいただけます。明日からめちゃめちゃ寒らしいですね。みたいですね。この時間に飲むコーヒーって最高にうまいですね。そうですね。めっちゃうまい。
げた方が優しい。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。パセタにお越しに一番最初に。いいちゃん、これ私。はい。間違えてるわ。なんだ？お姉さん。はい。はい、クリームパンね。はい、いいかな。はい、あります。ここ。起きようとします。
週明けからだいぶ寒波が来る、今日ぐらいから来る言ってるんで、多分手分けしてやればなんとかなると思います。はい、では今日も一時頑張りましょう。お願いしお願いします。買い出し行ってきます。買い出しに。はい。失礼いたします。お待たせいたしました。これパンショコラ。オープンしますみたいなの書いてたからどんなんかなと思って。じゃあ誘われて。誘われて初めて来られたということでしたけど。美味しかったです。美味しかった。青さとチーズ、あと青さの香りがして美味しかったです。なんかおばあちゃん家の感じがすごいありました。あったかい感じ。落ち着く感じの雰囲気やなって思いました。コンセプトは和と仏の融合といって、日本の和と仏はフランスですね。純和風のお屋敷の中でフランスを意識したパンの品揃えが楽しめるお店っていうところをコンセプトにします。だからうちは基本的には今まで菓子パンも作ってなければ惣菜パンも今はもう作ってないです。はい、それはなぜかっていうと、これはもう僕のおせっかいかもしれないですけど、やっぱりハードパンって咀嚼すれば咀嚼した分だけ満腹中枢が働くじゃないですか。だから顎の筋肉も鍛えられるし、小麦の味もしっかり噛みしめられるから、だから僕はハードパンにこだわってて、ハードパンを1個ゆっくり食べるのと菓子パンをね2個3個早く食べるのとでは
満腹中枢の働くタイミングってほぼ一緒なんですよね。その間に摂取しているカロリーっていうのはどっちかいうと菓子パンの方が多いですよね。でどっちが安心安全で健康的なパンかって言えば僕はハードパンだと思ってるので、なのでもうこっちに移転してからはいっそのこともそれは作らないでおこうっていうように思ってそういうふうに決めました。嬉しい。ケツとかね。そうね、コーヒーね。パンオショコラがお一つ、クロワッサンフランボワーズがお一つ、以上5点です。ありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございました。ありがとうございます。アーモンドクリームサンド。ありがとうございます。お気をつけて。一番好きな食パンをいつも買いたくて行かしてもらってるんですよ。食パンだけでも何も塗らんでも美味しいし、焼かずにこのままスライスしてそのままで食べてるんです。それがもうめっちゃ好きで、学校の近くに私も店してて、その時にご挨拶来てくださって、で私もまだ来て1年ぐらいだったのでお話しさせてもらっていくうちにすごい素敵な人柄の方で、その時にクラウドファンディングも知って、少しながらでも応援できたらなと思って、そこから仲良くさせてもらっております。黄金の竹を使ったカゴとかを売ってるんですけど、そのカゴを使ってくださってインテリアとかお店に使っていただいてます。お互い支えになればいいなとは思います。その地域のコミュニティをこう担う場所であるっていうことがこの物件の決まり事なので、今のところそこがあまり機能しない部分もあるので、今後は大御町のお野菜とか果物とかそういったものを積極的に活用させていただきたいなと思ってるんですけど、まだその農家さんとの接点がねまだ短いというか浅いというかいうところなんで、これからがまあそこの課題かなと思いますし。はい、かしこまりました。仕事でここ通るので、はい、時々おすすめ、私はハード食パンが、はい、もう毎回そうですね。朝食べるのにちょうど。
タチオフロマージュですね。のりちゃん一押し。一押しです。めちゃめちゃ美味しいです。自分の働いてるところの人が一番美味しいって言ってくれるの一番嬉しいよね。ね。ランチセット。はい、こちらですね。はい、バケットサンド。はい、こちらでお召し上がりですか。はい。はい、あとパンスイス。はい、パンスイスが一つ。次どうぞ。あ、持ってた。お店の魅力っていうのはやっぱり落ち着いた雰囲気の中で安全安心なパンを美味しいものを食べていただけるっていうのが魅力じゃないかなと思います。私はもう前の店舗からのシェフのパンのファンでこちらに勤めさせてもらってます。シェフのこだわりがすごい伝わってもうたくさんの方に知っていただきたいっていうのがすごいあります。はい、私はいろんなことを聞かさせてもらってすっごい勉強になってここで働くのすごい楽しくていつもそうなんです。来るのが楽しくて働きに来てるというより楽しみにしてるはい、たくさん勉強させていただいてます。本当にスタッフに囲まれてね、あなたは幸せ者よ。脱サラでこうやってパン屋さんになられて、
苦労っていったところとかはあったんですか？多分この動画を見るパン屋さんとかパン職人さんから言わせたら、多分僕がやってることって何やっとんねん、こんなことしとったらあかんやろって言われるようなこともやってるかもしれないんですよね。でもそれは僕はそこを評価するのってお客様だと思ってるんで、お客様が美味しい、ここのパン美味しいよねって言われれば僕はそれで正解だと思ってるんで、別にそこに対して苦労というよりかは自分の納得のいく製法でやってきただけのことで、ただそのためにはいろんな講習会に行ったりとか、それこそ村田シェフに教えてもらった技術とかが礎としてあってのことですけどもね。